よし、やっていくか。どうもどうも、釣りといえば魂の動機ってことでね、今回は真冬の小物釣りやっていこうかなと思います。ってことで、じゃあ早速行ってみよう。レッツゴー。さあ、ということでね、今日使うのはこれ、卵用の仕掛け。これは本来ね、俺は自分で作ってるんだけど、今回は初心者でもより分かりやすく釣りができるようにするために、できてる仕掛けをあえて買ってきて使うことにしました。で、餌はね、これ赤虫です。赤虫ね、すごいちっちゃい、もうこんなちっちゃい餌、これをこのすごいちっちゃい針にくっつけて釣ります。いつも僕がマグロで使ってる針の100分の1ぐらいのサイズですね、これ。で、仕掛けはね、すげえ簡単。浮きがあって、こう目印の点々がついて、重りがついて、結束金具からの針。もうザ魚釣りって感じ。ってことでね、時間もったいないからやっていこう。こういう感じの用水路、ちっちゃい用水路です。こういうところで小物を狙っていきます。今回使うのは、そうですね、まあ胸ぐらいまでの長さの釣り竿でやっていきます。で、これが浮きで、目印がついて針、これです。さあ、ということで早速やっていきましょう。よいしょ。まあでもね、この釣りは本当に俺が昔からね、ずっとやってる釣り。やっぱりこの餌釣りの中でも特にこの小物釣りっていうのはね、ほんと魚釣りの基本中の基本だと思ってます。結構ね、俺はこの釣りしかやんねえかなみたいな感じでね、言い切る人いるんですけど、まあ別に一種類の魚を狙い続けるのもありなんですよ。だけどね、やっぱどうせだったらね、こういろいろ釣りした方が楽しいじゃないですか。ね。まあそういうわけで、僕はですね、この小物釣り、ね、マグロから小物釣りから何から全てやっていきます。はい。じゃあ実際にこのね、赤虫、見えるかな？このちっちゃな赤虫を釣り割りにつけて、小魚を釣っていきます。で、赤虫はね、結構これ付け方が人によっていろいろあるみたいなんですが、まあ僕の場合は本当に、ちょん漬けですね。ちょんと針先にかけるだけ。はい。針つけました。こんな感じ。見えますかね？見えない？見える？ほんとちょん漬け。さあ、ということでやっていきます。さっと落としていきましょう。ちょっとね、この場所の水深がどれぐらいなのかわかんないんで、ゆっくりね、棚を取りながらやっていきます。まあ、棚っていうのはね、水深のことなんだけど、狙う水深なんだけど、まあ、ちょっとずつ、調整しながらね、やっていきます。さあ、そしたらですね、実際に魚釣りをするわけなんですが、この今ね、市販で買ってきた仕掛け、鉛をね、これからつけて、浮きがね、ゆっくり、この浮きがね、ゆっくりこう沈みながらこうスーッと下につくような状態を作っていこうかなと。調整していこうかなと。そういう状態にね、調整していこうかなと思います。なので、板鉛をですね、くっつけてですね、糸に。で、ゆっくりとこう沈んでいく状態を作っていきます。はい。板鉛。このガムみたいな。焼肉屋さんでね、食べ終わった後に出されるガムみたいな、このちっちゃな鉛を、ラインに巻きつけて、ゆっくりとこう、浮きが沈んでいく状態を作ります。こうやってね、浮きを調整するっていうのもね、なかなか面白いんですよ。どれぐらいのスピードで沈むのがいいかなとかね、こう、どんな感じでやったら釣れるかなって考える、このイメージね、持たせることが大事ですね。さあ、やっていきましょう。さあ、これでゆっくり浮きが沈んでいけばベスト。あ、ちょっと沈むスピード速い。ちょっと浮きが沈むスピードが速いですね。もっとゆっくり沈んでってもいいけど。ちょっとだけ浮きが沈むスピードが速いです。なので、次は逆にね、ちょっと重りが重すぎたってことですから、重りを少しだけカットしましょう。この板鉛はね、厚さがいろいろあります。分厚いの、薄いの。今現状ね、これ、付属でついてきた重りは、非常に薄い板重りだったんで、
簡単に指でちぎれました。さあどうだ。すごいちょっとだけちぎりましたが。悪くないですね。こうやって、鉛の量を調整して、一番ベストな沈み方、ゆっくり、この浮きがゆっくり沈んでいくような状態を作ってあげる。やっぱ基本的にどの魚もそうですね、海でもそうだし、川でもそうですけど、上からこうゆっくり落ちてくるもの、もしくはスピーディーに落ちてくるもの、何が言いたいのか、上からね、スッと落ちてくるものに対して反応しやすい。どの魚もそうですけどね、こう、上から落ちてくるものに対しての反応っていうのはいいですね。OK です。浮きの調整ができました。多分これで問題なさそうな気がするんで、僕としては。なのでこれでやっていこうかなと今思ってます。さあ、そしたらね、この鉛、ずれないようにギュッとこう、指を押さえて、ラインにしっかりとこう、ロックをかけた状態にします。で、あとこのね、目印っていうかこの、絞りっていうのかな。これが、しっかり見えないといけないんで、自分の見やすい位置に調整させてつけていく。さあ、ということで実際釣っていきましょう。さあ、ゆっくり浮きが沈む状態です。当たりは簡単です。このラインについてる、たまたまですね。絞りがスーッと動いたりとかしたら当たりです。ちょっと今日は風があるんでね、当たりが分かりにくいんですが、それでもね、全然、当たりが全く取れないってことはないですね。贅沢言えばちょっと竿がもうちょっと長くてもいいかなーっていう気はするんですが、これでも全然釣りはできるって感じですね。はい。で、あとこの今やってるこの冬のね、小物釣り。結構魚がね、溜まってる場所。ね、これ見つけられるかどうか非常に重要です。魚が溜まってる場所、これ見つけると、非常に釣りやすくなります。逆に魚がいない場所を行っちゃうとですね、全く釣ることができなかったりするんですが、逆に言えばその魚の居場所さえ見つけてしまいさえすれば、比較的なんとかなる、釣りやすいっていうのが、この寒い時期の小物釣りの、特徴かなと思います。で、今やってるのはね、こうなんていうのかな、下の方、川底に対して、餌がこうゆっくり上から落ちてくる状態。で、近くにいる魚が反応してパッと食えば当たりが出るみたいな。要は、底の方を狙って上からゆっくりこの餌が落ちてくる状態を作ってるって感じです。で、時折ね、餌、ちょっとこれ微妙かなと思ったら僕は付け替えてます。ね、基本的にはやっぱりルアーもそうだし、餌でもそうなんですけど、新鮮なね、ルアー、餌使いたいじゃないですか。やっぱルアーでも何でもそうですけどね。新品のルアーがやっぱ一番だと思ってますし、何より餌もそうですよね。やっぱり使い古しの餌と、やっぱ新しい餌と、毎回こう選んで付け替えるっていうのでは、全く釣果変わってくると思うんですよね。だから、基本的に僕の考えとしてはもう餌はもうこまめに変える。これが、釣果を伸ばす秘訣かなと思います。別に、そんなことしなくてもいいよっていうふうに思う人は別に変えなくてもいいだろうし、そこは本当好みになってくると思います。僕の場合はこまめに変えるって感じ。いやー、しかし寒いね。本当に。寒いけどやっちゃうんだよね。この魚とのこの一対一の会話というかね。なんて言うんだろうな。他の、釣りいろいろ全般やるけど、やっぱり、この釣りの最大の魅力って言われたときに、そうだね。魚とのこの、駆け引きとかではないんだよね。ちょっとしたなんて言うんだろうな。水の中を想像して釣っていくような、そういう、イメージみたいなのがやっぱ楽しいよね、この釣りはね。で、ちょっと棚がね、今見てると、上の方に今一瞬キラッと魚が見えたんで、棚というかこの浮きをね、若干動かして、割と浅いところからスーッと落ちていく状態を作っていこうと思います。いきなり深いところに餌をストンと落とすんじゃなくて、上からじんわり落としながら釣っていこうと思います。一応ね、今日は俺はタナゴが釣れたらいいなと思ってるんですけどね。なかなかね、来た。今いい当たりだった。ね、一応今日はね、タナゴをね、狙っていこうかなと思ってるんですが、なかなかね、タナゴっていうのも本当に最近少なくなってますね。あんまり釣れなくなってるようなイメージです。
ちなみに卵っていうのは16種類ぐらいいるんですよ、確か。16種類ぐらいじゃないか。16種類いるのか。で、まあその中でもね、まあここで狙えるのは大陸バラ卵ってやつですね。お、当たった。いやー、ちっちゃいな当たりが。ダメだな。当たりが小さいですね。ちょっと動くだけ。ちょっとまだ魚がちっちゃいんだろうな。まあそのちっちゃい中にいるちょっとしたいいサイズが釣れればいいっていう感じですけどね。当たり方はいろいろです。この浮きが沈むのもあるし、スーッと動くのもあるし。あ、食った。食ってますよ。食ってるけどしっかり持ってってから合わせます。合わせます。あれ、乗らない。マジか。ちょっと待て。ちょっと乗りませんね。今しっかり持ってった感じはしたんですがダメでしたね。ちょっと餌が大きいのかもしれませんね。よし。もう一回行ってみましょう。次は少しだけちょっと餌に工夫をしました。針の刺し方を変えたんです。これだけでもいきなり変わるときあります。やっていきましょう。さあ今、川底に餌がつきました。少し上げて、誘って落とす。誘って落とすっていうのを繰り返しながら誘っていきます。結構見てるとね、多分カメラでは撮れることはできないんだけど、こんぐらいのちっちゃい魚いっぱいいるんですよ。なんていうのかな、ちっちゃいのがたくさん見える中の下の方におそらく、少しいいサイズのやつがいるんじゃないかなと思います。まあ、それこそまあ、5センチ、10センチぐらいの船。あとはまあ、さっき言った卵。あとは大きめの、口細とか、オイカワとかも一緒にいると思います。あとやっぱこの魚の釣りの魅力って何って言われた時に、まあ狙える魚がたくさんいるってことですよね。船もそうだし、鯉もそうだし、タナゴもそうだし、いろんな魚がね、やっぱこう狙えるんで、そこがやっぱ面白いところですよね。それがやっぱ一つ小物釣りの魅力かもしれない。にしてもなんか、渋いですね。難しい。ちょっと当たりが取りにくいのもあるんだけど、それでもなんとか釣れそうなんだけど、まあなかなか難しいな。で、ちょっとやって当たりがなかったら場所を変えるっていうのも手ですね。今現状ね、悪くはないんだけど、そんな良くもないんだよね、今俺がやってる場所ね。いい時はやっぱ割と早くすぐ釣れるもんなんですよ。だけど、ちょっとそういう感じでもないなっていう気がするんで、ちょっとだけ多く狙ってみようかなと思います。あ、当たってる。来たー来ました。やりました。はい、来ました。釣れました。これはですね、オイカワという魚です。オイカワです。これがオイカワです。これは日本で一般的に川とか沼とか池とかでよく見られる小魚です。で、オスはね、もっとこう、婚姻色って言って、なんて言うんだろうな、虹色っぽくなります。産卵の時期になると。特に夏とかね、そういう綺麗なオイカワがフライでよく釣れたりします。まず1匹目は、オイカワちゃんでした。ナイスです。さあ、やっていきましょう。まず最初はね、オイカワが釣れました。普通にね、さっきのはもう当たりがめちゃくちゃわかりやすかった。もう落ちていく前に食ってたね。あ、これも食ってる。釣れました。いや、釣りました。ナイスです。よいしょ。こんな感じです。オイカワ、釣りました。ナイスです。さあ、どんどん釣っていきましょう。で、ちょっとまだね、餌は全然まだ、持ちそうなんで、引き続きこの餌のままやっていきます。まあ、できる限りこまめに餌変えるつもりですが、まあ大丈夫そうですね。さあ来い。あ、食いました。あ、惜しい。どっちかというとこう、糸がちょっとキュッと動くんですよね。それで当たりを取っていくんです。あ、食ってます。来ました。入れ食いでございます。ありがとうございます。これも、オイカワです。ね、かわいいですね。3匹目です。さっと外して逃がす。ありがとう。さあ、ということで、さすがにちょっと餌もね、へなになってきちゃうんで、
何匹かこう、出しておいて、こまめに餌を付け替えながら釣っていきます。はい。結構見てると、追い川のサイズも大きいですね。なので、割と若干大きめの餌にして目立たせて、どんどん釣っていくと。で、様子を見ながら、ちっちゃめの赤虫ってなんだよな。赤虫にしていこうかなと思います。はい、こんな感じ。この赤虫でやっていきます。よいしょ。さあ来い。どんどん釣っていきましょう。いやでもやっぱ冬はね、あれだね、なんて言うんだろう、こう、魚がね、固まってる場所さえ見つければ、比較的簡単に釣れますね。あ、食いました。あー、惜しい。ちょっと今の当たりがちっちゃかったな。もう一回行こう。そう、魚がね、こう、寒いからね、寒い時っていうのはこう、固まっているんですよ。だから、見つけてしまいさえすれば、群れを見つければ釣れるって感じです。食いました。あー、惜しい。だから、いる場所さえ見つければ数が狙える。それが冬の小物釣り。そういうこと。反応がなかったら少し誘って狙っていく。食いました。あ、外れた。惜しい。惜しいです。もっとキュッと持ってってくれたらまたそれでね気持ちいいんだけどね。ちょっとこう、ちょんちょんぐらいな。しっかりスッと入っていくとパンと合わせやすいんだけど、まあ、なかなかね、やっぱ寒いからね、そんなに動かないんですよ。だから、当たりもどうしてもちっちゃくはなるんだけど、その中でこう、しっかりと、こう、フッキングできそうなタイミングで合わせていくって感じ。まあ、なんて言うんだろうな。しっかり食ったかどうかっていうのもね、この、なんていうの、浮きと絞りの情報で、自分で予測して合わせていくって感じなんだよね。でもやっぱこれぐらいのね、まあ、川幅っていうか、水路の幅だったら、もうこんぐらいちっちゃい竿でやるのが面白い。うわ、めっちゃでかい当たり。完全に食ったな。うわ、惜しい。ちょっと餌がでかすぎるな。大きい餌にしたら当たりは出るんだけど、多分食い切れんのよね、おそらく。だから、ちょっと餌のサイズを下げて、一口サイズぐらいの、ちょっとちっちゃめの赤虫にしてやってみよう。いきます。釣ります、やります。やっていきます。よいしょ。あー、惜しいな。やっぱほら、餌変えると早いんですよ、当たりが出んのが。どの釣りもそうですよね、やっぱね。ほんと共通点がありますよ。さあ、いよいよね、ちょっと寒くなってきました。だんだん日がこう落ちてくるとね、冬特に風が吹いてるとね、死ぬほど寒くなる。まあ、限界が来るまでにはね、なんとか、もうあと、10匹、いや、20匹ぐらい、釣りたいなと思ってます。まあ、その前にね、限界が来る可能性が高いですね。来た。しゃー。ってなんだこれ。スレです。スレですが、これも追い川です。今日は追い川パーティーですね。見てください、このサイズ感。ね、管理釣り場のミノより小さいです。ありがとう。ほい。やっぱでもこう、魚固まってるからなんでしょうね。こう、スレでもかかってくるっていうね。そういう感じですね。今日みたいにこう、風が吹いてギラギラしてるとき、やっぱサングラスあるとね、見やすいですね。全然違う。で今日なんかちょっとこう、水が澄んでるからね、こう、魚がキラって光るとわかるんですよ。で、本来はね、もっと濁ってる方が釣りやすいんですけど、今日はね、逆に澄んでるんで、澄んでるからこそそのキラっていうのを見つけたらその近くにパッと餌を入れていくっていう方法で釣っていくと釣果が伸びるかもしれない。で、冬場はね、結構こんだけ近くてもね、逃げないからね、あんまね、魚が。あったかい時期になるとどうしてもこう近づくと逃げるんだけど、そういう感じでもないんだよ、冬ってね。やっぱ近づいても逃げにくいようなイメージだね。あ、ちょっと大きいの今見えたな。キラッと光りましたね。ちょっと今キラッと大きいのが光った場所に餌入れてみましょう。やっぱ魚がいるとこにやっぱね、餌を持ってくのがやっぱ何より大事だと思ってるから。来た。見てください。大物です。葉っぱが釣れました。ああ、いるなぁ。
いい感じのやついるな。5センチぐらいの船がいますね。でもこれ釣るの難しいぞ。どうやって釣ろうかなっていう感じですね。よし、来た。追い川です。浮きがね、綺麗に沈まなかったんで、合わせたら釣れたって感じです、今のは。釣れたっていうより釣ったって感じ。釣ったっていうか、まあ釣れちゃったって方が正しいですよね、今のはね。見てください。ここにある浮き。これゆっくり落ちていくんですよ。この浮きがね。ゆっくり落ちていって、キュッと動いたらパッと合わせる。これだけ。ほら来た。来ました。船です。やりました。これは一つちょっと僕が釣りたかった魚です。見てください。見えますかね。これは多分ゲンゴロブナってやつですね。昔から本当によく僕が釣ってる、船です。かわいいです。ね、冬でも頑張って生きてます。まあ、お祭りの金魚よりちょっと大きいぐらいのサイズです。ナイスです。イエー。さあ、いい感じにね、釣れてきましたね。ちょっと当たりがでも分かりにくかったけどね、来た。ほら来た。でかいです。次は、じゃん。次もまた釣れました。追い川です。ちょっと大きめの追い川。ナイスです。面白いね、やっぱ小魚釣るのは。魚釣りって何やっても面白い。でも一種類しかやんねえからっていう人ね、いるけどね、もったいないよね。人生一回しかないんだから。いろんな魚釣った方がいいよね、ほんと。俺はそう思うわ。ちょっとでも当たりがすげえ難しい。波でこう揺れちゃうんですよね。だからどうしてもこう当たりが取りにくいけど、まあ、それでもなんとかね、釣れないことはないです。気合です。見えない当たりを釣っていきます。よし。来ました。こちらも、追い川です。ね。ゆっくりこの沈んでいく気が、ゆっくりこう引き込まれるように動いたらそれが当たり。あとはこう浮きが急にふっと持ち上がったりするとこれも当たり。今のこの言ったふっと持ち上がる現象に関して言うと、重りよりも上に魚が動いた場合に浮きが浮き上がる力が働いて当たりとなって目で伝わってくるって感じ。まあ魚のサイズが大きいからね、これだけ大きければ、刺しって言われてる、まあいわゆるウジ虫を使うっていうのも一つの手だね。ただまあ別に、まあなんだろうな。その大きいのだけを狙うぜって感じでもないから、まあ総合的にいろいろ釣れるのがまあ俺的にはベストだなって考えて今回赤節なんだけど。そうそうそう。でも赤虫もでもまあ200円ぐらいです。めっちゃ安い。で、この竿もね、1000円ぐらいで買えます。全部でね、3000円以内で全部収まります。めちゃくちゃ安い予算で、しっかり冬でも楽しめる。ぜひやってみて。きっと釣れると思います。さあ、ちょっと餌が今もうヘナヘナになってきたんでしたら交換します。やっぱりこまめな餌の交換が本当に大事。で、あとはその釣り場についてなんだけど、まあ基本的にこの、小魚、ね、小物釣りやるときは、まあ場所、まあどこでも釣れます、はっきり言って。ただ言ったように、冬はね、やっぱりこう固まってる場所が大体決まってるんで、そういうところを押さえておくと、比較的釣れると思います。夏はね、本当に、そうですね、もうどこでもいるんで、まずは竿を出して確かめるのがいいと思います。そういうこと。はい、ありがとう。追い川です。スモールサイズの追い川。まあ、スモールでもないかな。まあ、普通サイズの追い川ちゃん。魚があったかいですね。寒いっちゃ寒いんだけど、水の中はまだちょっとあったかいみたいです。で、あとこの、浮きがね、スーッと落ちていくスピードがだんだん分かってくると、浮きが、一定のラインから止まったりします。これが当たりです。あとはそのまま、スッとスピードが沈むスピードが速くなったら、それも当たりです。だから、いろんな当たりがあるんで、そこはね、自分でやりながら見つけてください。そうやって、当たりかなと思ったら、とりあえず合わせる。ね、こういう癖をつけておくと、比較的よく釣れるようになると思います。ぜひやってみて。まあでもやっぱこう日本ってね、こう田んぼの、ある国ですから、やっぱりこう用水路がたくさんあるからね、やっぱそういう気軽な用水路でこういう釣りができるっていうのも、まあやっぱ日本の一つの魅力ですよね。やっぱ外国とかもやっぱあるんだけどね、
魚いねえだろうぐらいあまりにも汚れてたりとかすることがあるんですけど、まあ日本はそんな感じでもない。うん。大体どこでも魚いるし、まあやっぱ水質的にもね、他の国と比べたらまだいい方なのかもしれない。ほら来た。でかい。やっぱでもどの魚でもそうだけど、やっぱこう綺麗にかかると簡単に外れませんね。うん。やっぱこういろんな釣りやってて思うけど、バレる魚ってのはね、何やってもバレますね。バレないやつってのは、糸がかかったら本当バレませんね。それはどの魚も同じだし、やっぱり、それはもう海とか川とか関係なしで、魚っていうのはやっぱ、ね、バレるやつはバレます。バレないやつはバレません。ね。そういうもんだと思ってます。食った。よし。バッチリです。パーフェクトでした、今のは。これはいいとこにかかってます。針は外れないと思いました。ね。で、結構この冬場はね、寒いんでね、魚が弱りにくいです。なので、こういう風にちっちゃいレモンに入れてね、ちょっと観察するっていうのも面白いと思います。これちなみに100円ショップの、なんか砂糖とか入れる、なんていうんですか、そういう入れ物です。安いです。ぜひ買って使ってみてください。来ました。スモールフィッシュです。これは口ボソという魚です。これが口ボソと呼ばれる魚ですね。まあ一般的にはこう、池とか用水路にいる、昔から俺がね、よく馴染みのある、魚です。可愛いですね。これちっちゃい方ですけどね、もっとでかくなります。まあでかいっつってもまあ10センチないですけどね。ね、可愛いです。ああ、逃げられてしまいました。やっぱこうしっかりこう、誘いを入れてあげるとやっぱそれに対してピッと反応しやすいのは追い川の方が反応しやすいかもね。反応がなければ、落とした場所をちょっと変えて、狙っていく。落とす場所を変えて狙っていく。これも結構よく釣れる。あ、食った。ほら。ちっちゃいです。スモールサイズ。はい、ありがとう。よいしょ。あんまりね、こう手でにぎにぎしたりしないようにパッともう外してあげる。で、すぐ逃がす。時折ね、これちょっと大きいのがかかったりするんですよ。こういうのこういうのとか。だけどまあそういうのもね、意外とこの仕掛けで取れます。釣り上げることできます。なんでね、無理やり焦ってあげたりしないようにすれば、大体大丈夫です。あ、食いましたね。あ、惜しい。本当はこれね、浮きをね、カメラで撮りたいんですよ。だけど、浮きがちっちゃすぎてね、なかなか綺麗に収められないんですよね。あ、食ってるわ。でかい追い川が釣れましたね。よし。はい。釣れました。元気です。冬でも安定して釣れます。これが面白いところ。まあでもにしても本当にあれだね。ちょっと大きい追い川か、極端に小さい口細かっていう。もうちょっとね、違う魚を釣れてもいいかなと俺は思ってるんだけどね。まあなかなかね、そんな魚の種類毎度選べませんよね。贅沢言えばね、こう、タナゴを釣りたいんですけどね。まあなかなかそんな、毎度ね、タナゴばっかったわけにもいきません。まあただね、溜まってる場所見つければ本当にパッと釣れる時もある。でかいよこれ。今浮きの動きがすごかった。キューンと動いたもん。ね。釣れました。追い川です。追い川パーティーです。ありがとうございます。まだ餌はね、もう落ちそうなんで、もうちょっとね、同じ餌でやっていこうかなと思います。来た。追い川連続です。ああ、オートリリース。食った。うわー、下来た。でっけ。あ、落ちちゃったよ。今、うぐいだったな。今、うぐいだったわ。マジか。今、落としちゃったよ。逃げちゃった。今ね、うぐいが釣れましたね。うぐいでした。ちょっと次はね、ばらさないようにやっていきましょう。よいしょ。
よいしょ。結構いいサイズだった。これぐらいのウグイだったね。浮きのスピードが違かったよ。キュッと入ったから、すぐ分かったけど、あ、でかい当たりだなっていうのは分かったけど、まあまさかウグイだと思わんかったね、今ね。びっくり。さあ、ということでね、ちょっと今マイクがね、もう充電がなくなりましたんで、いよいよ本当に一匹釣ったら帰りたいと思います。さあ、釣るぜ。来た。ありました。ナイスです。イェイ。ゲンゴロブナ。いい感じ。イェイ。楽しいね、やっぱね、魚釣りは。どんな魚でもやっぱ俺は釣ると面白いと思う。さあ、ということでね、今日はね、延べ竿を使った小物釣りでした。ということで、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。最後まで見てくれてありがとう。じゃあまた。バイバイ。よいしょ。ありがとう。バイバイ。